今日は年越しそばを食べます。まだ年越さへんねんけど、なんか急にめっちゃここら辺荒れて、やばい、めっちゃプツプツできてる。12月30日で YouTube 始めて1年経つんで、ちょっと1年経ってこういろいろ感じたこととか話しながら、そばでもすすろうかなと思います。インスタの DM でスバみたいなそば作ってくださいって来たんで、スバに負けないぐらいのそばを作っていきたいと思います。全然凍ってるな。なんか自分で手打ちそばやったのかなとかも思ってたんやけど、ちょっとめんどくさいので、普通になんか買ってきたそば奥出雲を茹でて年越しそばします。こんなエビの皮を剥く。なんか YouTube 始めてさ、こんなになんか多くチャンネル登録が増えて多くの人に見てもらうと、そんな最初に想像してるわけもなく、すごいなぁと、なんかすごいなぁと思うと同時に、なんかそのついていかへんというか、脳がなんか数字だけ増えてこうなんか別に何も変わらへんわけやん、現実世界。不思議な感覚やな。このエビの殻は取っといてパスタに使います。ちょっとエビがいっぱいあったから4個エビフライを作ります。粉100、水160。エビフライは確かここの水抜かなあかんかったな。これ尻尾のここの水を抜かんと爆発したはず。あとあれか、ここの反り返り防止か、凍っとんな。切れ目入れてこうやな。エビ完了。置いていきます。なんか登録者もさ、割と最近5000ぐらい、12月に入って5000いったらいいかなと思ってて、そしたらなんか伸びて6000人ぐらいいって、現時点でも6000超えてんねんけど、すごい急に増えて、なんか最初1000人とかで記念とかやってたけど、なんかやろうかなとか思いつつも、ええかとか思って何もやってない。自分にご褒美なんか買おうかなとか思ってたんやけど、別にいいかと思ってやってない。何も。舞茸
やっぱ僕のチャンネルといえばキノコですんで、舞茸は外せへんかなと思って。舞茸はもうでもでっかく、うわー、なんか微妙なの選んできたな。これいいと思って買ったんやけどめっちゃ微妙やん。もうこのままいくか。このままボンっていく。これもこのままいきます。もう油を温めて、でこれを混ぜると。ちょっと氷入れる。この氷入った天ぷら粉の音って好きかも。バイクうるさいな。油がいい感じそう。天ぷら先作っても冷めるし、先にそばは作らなあかんやな。ってことでそばを先にやります。なんかもう順番意識してたら分からなくなったんで、とりあえず揚げます。はい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 、いけ。そばを3分で入れます。なんか茹でちゃったよ一緒に。やばい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 。ちょっと揚げたて食いたいので食べます。いただきます。うまっ。プルプル。はいはいはい、すいません。そばこれか。かけそばかけうどん、つゆ1にお湯6、つゆ1。
油6、こんなもんか、ちょい濃いか、こんなもんで、ちょっと薄い。そしたら湯切りしたそば、ちょっと整え、そしてやるでまいたけ、そしてまいたけ、エビ、うわやば、暴力やんこんなん。そしてここにネギ、はい、完成。イエーイ、食べるぞ。いただきます。やば、いただきます。うまっ。うますぎる。前角、最高やん。風味が最高やな。このつゆがさ染みた天ぷら粉って衣ってマジうまい。ごちそうさまでした。年越しそばってさ、年越しながら食うんかさ、年越す前に食うんか、年越した後に食うんか、何正しいのは。そんなんないか、決まり。暑い。最近さ、冬やのにずっと半袖で過ごしてる。部屋の中で。で、寒くて布団入ってる。服着ろよって話を。改めて僕が YouTube 始めて、初投稿が去年の12月30日に始めて、まあ1年が経ちますよとも経ちましたってことで、いや1年 YouTube なんかすごいなと思って、自分でも続けたし、まずそんななんか課題をさ大きくこうするんだみたいなさ目標をこう掲げてやってるわけじゃないから緩く続けれたけど、やっぱ人生でさこう何かを継続するって大事やん。一旦そこで頑張ってないけど頑張ったなっていう感じで。でもYouTube 去年始めた時は
もうマジでまあギリもう打つのマジでこのどん底からちょっとマシなったかなぐらいやったと思う。最近はまあなんか普通の感覚っていうのは分からへんけど、まあちょっとずつ寄ってるんかなとは思うわけでも、今こう1年前の動画とかさ、ちょうどその12月30に上げた動画とか見てると、うわこの時こんな感じだったなと思い出して、なんかこう動画で喋るみたいなのもそうやし、こう自分の精神状態みたいな、この時こうやったなみたいなのが結構思い出せて、動画に残してるって結構日記みたいなもんやなって思って、振り返れるのがいいなって思ったな。人生がこのままなんか何も残さずに終わっていく気がして、でもそんなんが嫌やから、ちょうどその年越すタイミングで、まあ年越してからでもよかったんやけど、もう早く何か新しいことをやらないとみたいな感じで、まあそれでまあちょっとジャブ打ったのが YouTube で、まあそれで1年でこんだけまあなんかいろんな人に見てもらって、まあなんかチャンネル登録してくれたり、こう過去のさ動画とか見て自分の生い立ちとかを語った時に、こう自分も共通するものがありますとか、最近 DM でなんか内側が似てますみたいなことを言ってくれた人いたんやけど、まあ、そういう風にさ喋ってるだけで、そういう同じような境遇で育った人しかさ感じれないようなものをこう感じてくれて、それで共鳴してくれるみたいな感じがすごく嬉しくて、で当時は彼女もいたし、 YouTube が原因で彼女と別れたわけじゃないけど、まあもうじきにこうやっぱり自分もこんな状態やし、こんな状態ってその社会的にすごい責任感のある人間じゃないから、こう一人の女の人を幸せにできるっていうこう自信がまああった時なんてないけど、まあずっとないわけ。そんな中でこう何か挑戦してこう自分が変わっていかないとっていう葛藤と、当時付き合ってた彼女になんかこう心配かけるんじゃないかとか、やっぱそういう表に立つみたいなさ、表にこうバーって顔を出すわけやから、まあ彼女からしたら不安やんっていうのと、この自分の中で何かを変えなきゃ、このままじゃずっとこのままでこのままなんかくたばっていくんやなっていうこの気持ちの葛藤があって、でももう最終的にはもうなんかそれを気にしてるのってまあ自分自身やなと思って、もう結局やろうがやらないがいつまでもさ、そういう責任感のない自分なわけやから、もう先を見た時にこう何か行動してた方が絶対にいいなと思って、まあ、この YouTube を始めたわけです。でそれがこう1年でここまでまあ大きくなったのかなってないのか分からんけど、こういろんな人に見てくれて、こういろんなリアクションくれて、まあ嬉しいなという率直な感想です。やっぱ精神状態が健康じゃなかったから、ネットに顔を出すっていうのは結構リスクがあるというか、あることやん。諸刃の剣というか、この自分の人間性を出すことによっていろんなこう批判が来た場合、そんな精神状態が健康じゃない人間がそんなもろに受けちゃうとさ、どうなってしまうか分からへんっていう怖さはちょっとあったけど、なんかそれでもなんかこう同じような境遇の人に何か言葉を与えたりさ、なんか同じような感覚を持ってるっていうのがこうそれだけでなんかこう満たされるものがあったり、そういうのをなんかこう自分は表したいなっていうのを思ってて、そういうメンタル的に強いわけじゃないけど、それが怖いっていう考えと、それでも何かこう自分が生きてきてこう感じてきた何かをこう残したいみたいなっていうのがあって、まあそっちの恐怖っていうのもまあかなりでかいけど、まあもう当たって砕けろって感じで、まあどう転ぶかわからんしみたいな感じで始めましたね。で最近はさ結構見てもらえるようになってさ、友達とかに
すごいなみたいなことを言ってもらえるんやけど、結構こう登録者とか増える、数字とかが増えるにつれてこう怖さみたいなものもあって、なんかすごいねってこう褒められて、別に自分はいつまでも自分、この別に YouTube 始める前からもこの自分やし、 YouTube 始めてからもずっとこの自分なわけだから、この YouTube とかさ、そういうネットのフォロワーとかそういう数字が増えていくにつれて、こう変な自尊心みたいなのが育っていくのが怖くて、それで調子に乗っちゃうのが、登録者増えて嬉しいっていうのもあるけど、嬉しいより怖いっていうのが勝ってて、まあそんな重たく捉えてるわけじゃないけど、怖いみたいな感情の方が自分の中ではでかくて、まあ YouTube 始めた時から言ってるけど、まあ、2万人ぐらいいたらめっちゃ嬉しいなぐらいがもう夢ぐらいやったんやけど、まあちょっとなんか現実味を帯びてきて、ちょっと怖いなっていうのがあるあります。何かあげたらリアクションしてくれて、なんか自分のやってることにちゃんとこう人間としてさ、こう対峙人間としてこう会話してくれるみたいな感じがとてもありがたいなと思ってます。いつもなんかコメントしひん、コメントとかさメッセージ送らん人もこうなんかちょっと気使ってさ送らん人もいると思うけど、まあそういう人にも改めてありがたいなと、ありがとうございますと伝えておきます。 YouTube 始める前までさ、 YouTuber がさいつも見てくれてありがとうございますみたいな言ってる時にさ、いやお前が頑張ったんやから別にありがとうもなんもなくないと思ってたけど、まあいざやってるとそこうんぬんじゃなくて、普通に対人としてありがとうなんやなっていうのを感じた。登録者何万人ありがとうございます、自分が頑張ったからその結果があるんやんとか思ってたけど、まあまあなんか分かるなっていう感じ。うまい。まあ僕はこの YouTube 結構僕の人生においては賭けみたいな、当たって一か八かみたいな感じやったけど、まあゆるくこう続けて、なんかそれ見てくれてこうリアクションとかくれたりっていうので、日々なんか孤独が紛れるのでとてもありがたく思っているという1年経って感想です。だから大きく変わった1年やったな。すごく毎年環境で言うとずっと変わってんねんけど、まあすごい変わったなって思える1年でした。それはこう自分がこうその時に去年の12月30日にこうある勇気出してこう YouTube 始めるかって決めて、ここまでやってこれだけついてきたっていうのがなんか自分にとってはでかいかなっていう1年でした。だってその時にさ YouTube 始めようって思わんかったらみんなこの動画見てないし、僕の存在も知らないっていうのがまあなんかちょっとごく普通なんやけど、改めて考えると不思議やなって思う。もういつまで生きてるか分からへんし、なんか鬱でさこうもうしんどいなって思う時あるけど、なんかそういうので死にたいなとかはあんまり思うけど思わへんみたいな感じで、いつか死ぬんやろなっていうなんか漠然とした俯瞰みたいなものがあって、こうメンタルの波がこうあった時にどっかのタイミングでもう落ちきったら自分はもうおしまいやなっていうのがあって、いつ死ぬかもわからんってことで生き急いで始めたような感覚でもあるけど、それがいい結果なのか、いい結果と言えるのかわからんけど、ありがとうございますって感じ。天かすついてた。みんなどんな1年やった？という感じで年内最後の動画かな。年越しもしかしたらYouTube ライブするかもしれませんし、しないかもしれません。いやでもしようかな。するか？いや
約束できるか自分。年越し今年は一人なんで、毎年年越しは実家帰ってたり、友達といたり、彼女といたりとか、バイトやったりとか、まあいろいろあったけど、今年はなんか一人で予定もなく、まあ珍しい年越しなんで、まあ気が向いたら YouTube ライブでもしようかなと思ってますんで、まあ気が向いたら見てくれたらと思います。やってるかわからんけど。てな感じで、2024年いつも見てくれたり、コメントくれたり、 DM くれたり、リアクションくれたり、そういうのがこうごく小さなことなんやけど、まあ自分の何かを埋めてくれてるなっていう風に日々感じます。まあ、僕にとっては大きく変化した1年でした。今年もとかじゃないな、今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いしますということで、良いお年を。